皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は全盛期のドッケンを支え、今もなお絶大な人気を誇るギターヒーロー、ジョージ・リンチのバンドであるリンチモブが2023年10月20日にニューアルバムをリリースしたということなので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。では、早速、リンチモブのメンバーにインタビューをしていきたいと思います。ジョージ・リンチさんに質問です。最新作であるバビロンは、どのような思いで制作されましたか？私たちは、白紙の状態からスタートした。私は、近年、バンド名をリンチモブから別の名前に変更しようと考えていてずっと格闘してきた。しかし、その考えは捨て、今までとは違ったサウンドを作るために、新たなラインナップで曲作りに挑んだんだ。レコードが完成した後は、自分たちの音楽は一体何を持っているのかよくわからなかったんだ。それは悪い意味ではなく、いい意味でだ。場合によっては、リンチモブというよりガンズ&ローゼズに似ているように思えた。今までのリンチモブというレールから外れることによって、何が起こるかわからない、そのような立場に自分たちを置くことができたんだ。ウィキッドセンセーションの頃の自分たちを追うことは無駄な時間であると学んだ。新たなラインナップ、そして新たな立場に立ったリンチモブで、これからも良い音楽を生み出していくよ。私の衝動は常に音楽とギターにある。決して音楽をやめることはないだろう。ジョージ・リンチさん、インタビューありがとうございました。それでは、本作、バビロンを聴いた私の感想を、これから皆さんに伝えていきたいと思います。まず1曲目を聴いた瞬間感じたのが、古き良きロックンロールと言いますか、確かに、インタビューの時に言っていたように、ガンズ&ローゼズ感があるなと思いました。いい意味で、アメリカンなサウンドが感じられて、シンプルにかっこいいの一言につきます。ボーカルのガブリエルも良い歌声をしていますし、この自由に歌い上げる感じがジョージ・リンチの燃えるギターサウンドと相性いいんですよね。昔からのファンを現在のファンを両方満足させることのできるアルバムではないかと思いましたし、今まで型にはまっていたリンチモブが新たなるラインナップで再びハードロック界、ヘビメタル界に激震を走らせる、そんな予感を感じさせる最高の一枚だと感じました。私みたいな若造がジョージ・リンチを語るなんて100年早いのですが、ジョージ・リンチのギターサウンドは本作のような古き良きロックンロールサウンドとかなり相性が良いと思います。俺たちは何にも縛られない自由に音楽をやるんだといった気持ちが本作を聴いていて伝わってきました。それが結果として音楽に反映されているのだと思いますし、ガンズっぽさはそこから来ているのかもしれません。めちゃくちゃかっこいいアルバムなので、まだ聴いてない人は車に乗りながら、もしくは家でウォッカを飲みながら聴いてみてはいかがでしょうか。最高にかっこいいアルバムです。それでは、世界のメタルヘッズの皆様にもインタビューをしていきたいと思います。リンチモブの新譜、バビロン、皆さんはいかがでしたか？最高のアルバムだよ。どのトラックもキラーチューンだよ。4曲目の I'm Ready は、バンヘイレンの曲とも言える。疾走するリズムとキラービートはたまらない。ハードロックとファンキーの両方を兼ね備えたグルーヴたっぷりで、リンチは情熱を取り戻した。私たちはエディとランディを失いました。しかし、ジョージ・リンチはまだ狂ったように新しい音楽をリリースし情熱を届けてくれます。エディとランディの死は悲しいですが、ジョージがそれを台無しにしてくれます。本当に素晴らしい作品です。この音楽でいいんだ。ジョージにはたくさんの才能があり、ドッケンは古典的すぎた。一つのバンドに止まるには限界を持っていたんだ。ドッケンはジョージのサイドプロジェクトの一つにしか過ぎない。ジョージがドッケンのような古いサウンドに固執していることをファンは望んでいない。ジョージ、
今のまま突き進んでくれ。俺は期待しているぜ。皆さん、インタビューありがとうございました。世界のメタルヘッズの人たちも、ジョージ・リンチの新たな方向性をかなり評価していましたね。これからのジョージ・リンチの復活劇、そして全世界にジョージ・リンチの情熱あるギターが鳴り響くことを期待しています。それでは、皆さん、良いメタルライフを。